庭の大きなミモザの木がドスンと根元から折れた。朝起きてリビングの窓を開けたら、すごい光景が広がってました。庭に大きなミモザの木があるんですけれども、それが根元から倒れてて、窓からもう外に出れない状態で、とりあえずノコギリを持ってきて、外に出れる状態に切り分けていったんですけど、もともとすごい斜めの状態で生えてたんで、状況確認しようと思って外に出て、どういう状態か見に行ってみたんですけれども、すごい木が大きくて、それがもう根元でボキッと本当に折れてました。確かにミモザの成長ってすごい早くて、1日経っただけでこんなに伸びたんっていうぐらい早いなとは思ってたんですけど、自分たちの枝の重さで倒れたのかなとは思います。とりあえずこのままにしとくわけにはいかないので、処理しやすいように細かく切っていきます。思ってたよりも小枝の量がすごくて、葉っぱと枝と幹と分けていく作業が果てしなく続きます。せっかく週末ゆっくりしようと思ってたのに、こんな予定外なトラブルが起きてちょっとめいってます。葉っぱはコンポストに入れて、木の枝の方は薪に使おうかっていうことになりました。木がなくなって日当たりがすごく良くなったのはいいんですけど、日陰を好むこのミョウガたちが悪条件になってしまって、どうしようかっていうことになりました。そこで思いついたのがこれです。この切り分けた枝を使って日よけを作ったらいいんじゃないかっていうことになったんですけど、枝が結構グネグネしてたんで、これを利用してドームにしたらいいんじゃないかっていうことになりました。留めるのも針金も使ってますが、庭のツタも使ってしまってます。こんな風に囲むように木の枝を刺していって、大きな鳥の巣みたいで可愛くなってきました。初めは枝の数が少なくてグラグラしてたけど、数が増えるにつれてしっかりしてきて、影も増えてきてます。やりだすとあっという間にできて、だいたい半日ぐらいで出来上がりました。今はツタの葉っぱを上に乗せてますが、ゆくゆくは後ろにあるツタの葉っぱが本当に伸びてきて、ドームに覆いかぶさってくれたらいいなって思ってます。
麦は来年の薪用に乾燥させます。これ以外にまとめきれなかったらこれらで今日は火を止めカレー作り。Take me back down the old dirt road. Oh, take me back down the old dirt road. Take